1曲10分以上あるような曲を作ったって人は聴かないじゃないですか。だからやっぱり自分の表現したいことがまず彼は詩を先に書いてくるんですよね。で17歳の多分地図の歌詞だったと思うんですけど、ものすごい長いんですよ。ものすごい言いたいことが山のようにあって、普通だったらこれは曲にしないよなっていう長さなんですよね。だから一つのテーマでノートに最低1ページは書くんですよ。長い時は3ページ4ページずっと書くんですよ。でそれはだから歌にはならないじゃないですか。散文ではあるけれども、作品にするためにはそれを削っていかなきゃいけない。じゃあちょっと聞いてみましょうか。高校生の尾崎豊は須藤さんのもとに次々と自作自演の曲を吹き込んだカセットテープを持ってきた。まあこういうふうに当時のまんまなんで、クエスチョンマーク&オーマイリトル、今回初めて公開されるオーマイリトルガールの元となったデモテープ。ミリオンセラーとなった曲の原点を知ることができる。こちらが私たちが知っているあの名曲。その「オーマイ・リトル・ガール」っていうのは最初、今から聞いてもらうんですけど「隣のリトル・ガール」っていうタイトルで、当時尾崎少年の目にどんな日常風景が映っていたのかがうかがえる。隣のリトル・ガール。まあまさにその原点なんですよね。つまりか弱くて世界に飲み込まれてしまいそうとは言うけれども、いわゆる高校生と自分の身近にある大切な女の子に対して歌っていて、僕はこれ聞いた時曲がすごくいいよっていう話をして、で曲をほぼそのまま残して、出だしとかは詩はそのまま残ってますけど、途中から教室がどうのこうのってすごく狭い感じの歌なんですよね。作品として完成させるために須藤さんが伝えたアドバイスは一つだけだった。自分の目の前に広がる日常風景の奥にある意味を考えよう。だからこれだとまだ自分が実際に生活している範囲の中での視点ばっかりなんですよね。たとえ自分が感じたことを歌うにしても、その歌を聴いた人がもっとそれぞれの人になんか置き換えて考えられるようにした方がいいと思うんですよね。いろんな境遇だったりいろんな環境の中で人って生活してるわけだし、ましてやみんなが高校生ではないから、やっぱり自分が守るべきものに対する大きな愛情みたいなものを、例えばこの曲なんかだったら歌うみたいなことに自分で目覚めていったんだと思いますけどね。教室の彼は仲間同士でよく笑う明るい少年だった。しかしクラスメイトたちは彼のふとした言葉にハッとさせられることがたびたびあったという。ガチッとはまる会話とか出来事があるともう追求していくんだよ、徹底的に。なんでそう思うのとかね。なぜって聞くタイプですか。そうなぜは大好きだよね、有名な話で無だもんね。無ってわかるって聞くの。無で無だから多分暗い世界ってそれ外れだよって。だって黒がもう存在する自体無じゃないんだよとか。例えば自由の真逆の言葉って分かるって聞かれる。でちょっと待ってって、当時辞書で調べるじゃない、自由の逆。例えば、束縛とか
強制とか統制かって調べるんだけど、尾崎が自由の真逆を言った時、支配だって、支配。多分自由の逆で支配って載ってる辞書とか絶対ないと思うんだよね。でも尾崎はその支配が自由の逆なんだよ。支配されてそれがある時パッて取れると自由感が味わえる、それが自由なんだよ。この頃の彼が書き残した肉筆のノート、4枚にわたりびっしりと一気に書き綴っている。絶望的青春。正直に生きたい。そう思う。けど、この世の中、やりたいことだけやって生きていくことはどうもできないようだ。僕の心には、夢を見て、夢を追いかけても、所詮、夢は夢でしかなく、夢に破れ、挫折していくという不安がいつもある。僕の夢は、自分の気持ちに正直に生きることです。15歳の時、僕は正直に生きたい。でも正直に生きるということは社会とぶつかることだっていう、もう宣言みたいな、非常に簡潔に素晴らしい文章ですよね。自信に満ちた過剰なまでのパフォーマンス。彼がステージで自分の内面をさらけ出せばさらけ出すほど、ファンは彼を代弁者として崇め、彼にすがるようになってゆく。たった一人の無名の男の子が社会という大きなこの壁に向かってこうぶち上げている。どこにもない答えを探そうとしている自分のその叫びに対して人々は喝采を送ってくれる。その歌を聴くことによってその答えを自分に求めてるわけでしょ。小さなライブハウスで演奏活動をしてきた尾崎豊は19歳になったばかりの正月、初めて大ホールの舞台に立った。心のハーモニー、力の入ったこの舞台で事件が起こる。観客から心ない一言が飛んだ。もう分かってくれとか言わねえけどよ。評論家平山雄一さんもこの時の衝撃を克明に記録していた。俺が覚えてるのは、ステージに向かって右側の端っこにいたやつだね。割と前列だったと思う。バーカって言ったんですけど、そのステージに向けてね、もうシーンとしましたよね。凍りつくっていうのはああいう感じ。事件から6日後、ツアーの移動中の新幹線の中で誰に当てたわけでもなく書かれたノート。一人ぼっちになるまで待ってほしい。僕はまだ完全じゃないから恥ずかしいんだ。君に見られると自分がダメに見えてしまう。一ついいことを思いついた。何々のためなんて考えないことだ。流れてゆく風景がね、寂しいのに。僕の愛は全てを受け入れるものであるはず。やっぱり僕は自分は自分のまま、わがままも含めてでいたいのと、他人との調和が必要なのかもしれない。角が取れるまで転がるの